皆さんこんにちは、しおにるです。本日私はですね、今ちょっと早めに着いたので広島駅を散歩中なんですが、今日はこれからここ広島駅から呉線を走る観光列車エトセトラに乗って尾道まで行きます。海のすぐ近くを通る絶景路線なので、今日はどんな絶景が見られるのかすごく楽しみです。エトセトラは広島駅から福山駅間を呉線山陽本線経由で運行する観光列車です。月金土日祝日に運行を行っています。運行開始は2020年の10月からということで、結構新しいですよね。出発の10分前にやってきました。明るいと気づかないのですが、ヘッドマークのゴールドの縁がそう光っていて、その存在感を表しているみたいでかっこいいですね。マリンカラーの爽やかな車体です。こう走っている姿を見ると、目の前に海が広がっているように感じられます。カラーは瀬戸内海の青と海岸線から見える波の白をイメージしているそうです。前身は広島駅から三原駅間を運行していた快速瀬戸内マリンビュー、その車両を改造しています。なんだかそのままお洋服にしたくなるデザインですね。丸窓もあって船に乗っているようでおしゃれです。ロゴマークは人、町、食、伝統、風習などのさまざまな思いが一つのレールでつながり、また違う地域を訪れることでさらに大きなつながりを持つ、そんな思いをエトセトラの文字がつながることで表現しているそうです。王からは美しい景色が見られることを想像させてくれますよね。指定席券を提示してからの乗車なので、事前に準備しておきましょう。車内はいろんなタイプの座席があって、落ち着いた木目調の内装と柔らかいオレンジ色のシートに照明も暖色で統一されていて、喫茶店のような居心地です。私は1号車の10番 A 席、一人掛けの窓向きカウンター席です。座席は宮島の落ち着いた秋をイメージしたオレンジ色で、床は宮島の扇状閣をイメージしているそうです。コンセントはなくてですね、 USB ポートのみでした。私は C タイプを持ってきてしまっていたので充電ができませんでした。出発です。進行方向左側からはお見送りがありました。エトセトラは全車指定席グリーン車なので、1ヶ月前に緑の窓口で購入しました。いいご予約でも予約できるんですが、座席指定したい方は緑の窓口や指定席券売機で購入する必要があります。金額は尾道までで2520円です。ご乗車ありがとうございます。この列車は観光列車エトセトラ福山行きです。次の停車駅は呉です。広島から尾道までは山陽本線を通って1時間から1時間半で行けるところを、今回海沿いを走る呉線を通って約3時間かけてのんびりと旅を楽しみます。ワンマン列車なので車内での指定席券の販売はありません。また空いている席へのご移動はご遠慮ください。駅を出てすぐに広島東洋カープの屋内総合練習場、そしてマツダスタジアムが見えています。かなり立地がいいですよね。観戦しに行きやすくていいなと思います。列車名のエトセトラという言葉はラテン語でその他いろいろなどという意味があって、エットは広島弁でたくさんの、多くのという意味も持っているそうです。営業いたします。営業の準備が整いましたら、放送でお知らせいたします。Any questions? Please ask the driver. Where the train can stop. All sales. そしてこの目の前の窓が大きいです。座席によって幅が違うので、ホームページの座席表を見て座席指定しました。座席はリクライニングはできませんが、程よいふかふかさで乗り心地がとってもいいです。窓辺で一人旅に浸れるカウンター席がやっぱり最高です。
座席の真上には大きな空調設備があったのですが、直接当たって寒いなどはありませんでした。カーテンがですね、レースがあって、閉めたとしても光が差し込むと綺麗ですし、車内の雰囲気もより柔らかくなるなと思いました。アテンダントさんから記念乗車証としてコースターをいただきました。同時に車内販売メニューも持ってきてくださったのですが、1人1冊ではなく2名カウンターで1冊でした。若干緊張しつつメニューを見ることに成功して一安心です。お菓子、おつまみやドリンクなどの販売があります。呉線は単線区間があるので行き違いで停車することが多いです。今のうちに乗車記念スタンプを押しちゃいます。いつもですね、揺れながらだと位置がずれることが多いので、これはかなりのボーナスタイムです。この通りめちゃくちゃ綺麗に押せました。テンションが上がるポイントですね。この列車は各号車に大型荷物置きがあるのがとってもありがたいです。今回私は1週間の旅の途中だったので、大きなスーツケースを持っていて心配していたんですが、私の他にもスーツケースを持って乗車されている方がかなり多かったですね。2号車は山々の新緑をイメージした淡い緑で表された空間で、床は尾道の石畳をイメージしているそうです。さあ、海が見えてきました。ちなみに最初に紹介した QR コードを読み込めば沿線の観光情報を見ることができます。呉駅に近づくと造船所が見えてきます。これは呉が海軍ゆかりの町として知られているためです。かつては軍港として栄え、現在も造船業が盛んな地域なので、車窓からその様子を垣間見ることができます。呉駅到着後は乗車4日前までの予約必須のスイーツセットの準備などがあるため、販売カウンターが一時的に閉まります。その前に私も購入しておきました。広島県の瀬戸田町は日本一のレモンの産地ということで、島心セットです。島心サイダーはすっきりとした味わいでごくごくいけちゃいます。出発から50分、初めての停車駅です。せっかく丸窓があるので、ここからも車窓を眺めたいですよね。丸窓から眺める車窓は風景そのものが作品のように感じられるなと思います。では島心レモンケーキをいただきます。爽やかなレモン風味とレモンピールも入っていて食感も楽しめます。
その土地を感じられる風景に釘付けになりますが、それよりも食べたくてしょうがないですね。秋津駅に到着です。すいません。次の出発が11時13分で、何分ぐらいだ、7分ぐらいあるので、1回ホームに降りてきました。本当もそうですけど、絵が大きく描いてあるのもいいですね。やっぱり外で見た方がこの車両はすごく映えていいですね。そうなんですね。そういう理由なんですね。次は竹原駅に今ね、4分ぐらい停車するので降りてきました。お、これもいいですね。一つ一つユニークな駅名標がある。忠野海駅を出発すると、呉線で一番の絶景ポイントに入っていきます。窓のすぐ向こうに広がるのは瀬戸内海。瀬戸内海といえば大小の島々が点在する多島海ですよね。視界いっぱいに青い海と島々が飛び込んできます。なんだか海の上を走っているような感覚です。呉線はもともと郡都の広島と軍港があった呉とを結ぶ軍事路線でした。今では絶景路線として乗客を癒す存在になっていて、窓の外に広がる景色を眺めながら、この路線が歩んできた時代の移り変わりを感じることができました。さあ、間もなく尾道駅です。尾道市は港町として栄えてきた故事が多く歴史情緒あふれる町です。早速散策しましょう。今はちょうど1時ですね。尾道駅を出発して、まずは尾道商店街に行ってみようかなと思います。なんだあれ、何これ、説明ないのかな。なんか鮭の切り身に見えてきました。こういう使い方ではないと思いますけど、商店街を歩いていて何やら列ができていたので、こちらのラーメン屋さんでお昼ご飯。豚の背脂を浮かせた醤油ベースの透き通ったスープと平打ち麺が特徴だそうです。この平打ち麺がスープと絡まってすっごい美味しかったです。少し歩いてロープウェイ乗り場にやってきました。夏休みシーズンということで人も多いみたいですね。
こちらに乗ると千光寺は通り越してしまうのですが、頂上まで行けます。ロープウェイから見る景色も絶景です。私も登ります。もうすでに絶景。これあれですね、階段の幅が広いから左足だけ使えるパターンだ。うわー、これ上に行ったらもっと綺麗っていうこと？絶景を楽しんだ後は文学の小道を歩いて下山しながら千光寺に向かいます。ここには尾道ゆかりの作家や詩人の名作が刻まれた文学碑が点在しています。入られてた。文学の道っていう名前だけど結構ハードモード。猫の細道にやってきました。猫がいる。かわいい。寝てる。うわ、なんかすごい独特な雰囲気。猫ちゃん。絶対気のせいじゃない。私の鳴き声で先に猫ちゃんが私のことを見てました。勘違いか。細い路地や階段が多いのも尾道らしいこの街の魅力ですよね。趣のある坂道をゆっくりと散策して尾道ならではの風情を存分に味わうことができました。ということで本日も最後まで見ていただきありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。